酸っぱいコーヒーは苦手ですか？そんなあなたに今日はコーヒーの酸味について徹底的に説明します。はい、どうもこんにちは。ロイヤルブルーコーヒーのバリスタ豊です。カフェで朝入りのコーヒーを飲んで酸っぱって思った経験ありませんか？コーヒーって苦いものじゃないの？と朝入りのコーヒーを避けている方に言いたいです。それは非常にもったいないことです。本当に美味しい朝入りはただ酸っぱいだけではなく圧倒的な香りと甘さを持っています。前回の動画美味しいコーヒーの見つけ方でも説明しましたが、まずは飲まず嫌いにならずにいろんなコーヒーを飲んでみることが自分にとっての美味しいコーヒーを見つける一番の近道です。ということで今日は、なぜ朝入りには酸味があるのか、家で入れると酸っぱくなるその原因、そして甘さをしっかりと出す入れ方、この3つを重点的に解説していきたいと思います。最後までぜひ見ていってください。ではまず、コーヒーがなぜ酸っぱいものがあるのかという疑問からお話ししていきます。そもそも朝入りがフルーティーなのはコーヒー豆はフルーツの種だからです。ここでちょっとした豆知識なんですけども、コーヒー豆と広く呼ばれてますけども、植物学でいうと豆科の植物ではなくアカネ科という植物につける果実の種子、つまり種になります。ではなぜ豆と呼ばれているのか。単純に形が大豆などの豆科の種子に似ているので、英語ではコーヒービーンと呼ばれるようになり、日本語でもそのまま豆が定着したと呼ばれています。で、このフルーツの種であるコーヒー豆が焙煎を浅くする、つまり焼く時間を短くすることで豆がもともと持っているフルーツ本来の甘酸っぱさをそのまま残すことができるんです。少し専門的に言うと、メイラード反応やカラメル化を初期段階でとどめることで生豆由来のクエン酸やリンゴ酸といった有機酸が熱分解されずに多く残る。そのために酸味がある、酸っぱさが残るということですね。で、次にどうしても酸っぱさが苦手という人がいると思います。実はこれ味覚が悪いのではなくて、コーヒーの酸味自体にもいい酸味と悪い酸味というのがあるからなんです。いい酸味というのは新鮮なイチゴや桃をかじった時に感じる爽やかな果物らしい心地よい酸味、これが良い酸味ですね。逆にその悪い酸味というのはお酢みたいなツンと喉に刺さるような刺激的で不快な酸味、刺激的な酸味があるとどうしてもいい酸味、良い酸味には思えないので、苦手意識というか敬遠しがちになると思います。先ほども説明しましたけども、いい酸味というのはコーヒー豆が元来保有している良質な有機酸によるもの。一方、悪い酸味というのは生豆を生成する発酵の過程でコントロールが崩れてしまったことが原因です。どんな生成方法でも発酵という過程があります。そこの発酵する過程で酢酸などの揮発性酸が過剰に生成されてしまった結果起こる、いわゆるダメージによる酸味なんです。だから酸っぱいイコール朝入りはダメと決めつける前に、それが本当にいい酸味だったのか、まずは疑ってみる価値はあると思います。そしてもう一つ、家で入れると朝入りの豆はどうしても酸っぱくなりやすいと思っている方、その最大の原因は抽出不足にあると僕は思ってます。朝入りの豆はお湯を注いでも深いのようにモコモコって膨らみにくいんですね。膨らまないのは、古い豆だと
言われがちですけども、古いのではなくて、その焙煎時間が短いと炭酸ガスの含有量っていうのが少ないので膨らみにくくなります。なので、深入りの方が膨らみやすくて、浅入りの方が膨らみにくいです。ただ時間によっても変わってくるので一概には言いませんけども、同じ焙煎日だったとしても浅入りと深入りで膨らみ方っていうのは違いがあります。もう少し詳しく説明すると、焙煎をする過程で焙煎時間を長くすることで豆が膨張して中の組織っていうのが崩れやすくなって、膨張してるので中がスカスカの状態なので、スカスカの状態にお湯を入れると通りやすい、つまり中に入りやすく中の成分を出しやすい状態になっています。ただその浅入りの場合だとギュッと引き締まっているので中に入りにくいので成分が出にくい状態になっています。でそのためお湯に接触している時間や温度が足りないと溶け出しやすい酸味成分だけが出てしまって甘み成分っていうのが出る前に抽出が終わってしまう。なのでもし家で酸っぱいコーヒーになってしまうという方はこの2つを気をつけるとより甘みのあるコーヒーになります。では具体的に甘さをしっかりと出すレシピ、どのようにすれば甘さをしっかり出すことができるのか。答えはお湯の温度と引き目。先ほども説明しましたが、浅入りは深入りよりも成分が出にくいので温度を深入りよりも少し上げてもらうとより味が出やすくなります。具体的な温度で言うと92度から95度ぐらいまで上げてもいいと思ってます。あんまり上げすぎると、苦味成分だったり雑味成分も一緒に出てしまうので、その辺は好みによって変わると思いますけども、僕の場合だったら92度に設定します。でそこでもう一つ引き目、粉を少し細かくすることによって成分を出やすくするっていうのも一つの手法です。この2つを同時にしてしまうとどっちが効果的だったのか、もしくは過抽出、つまり抽出が多すぎるっていう場合もあるので、その辺は自分でその都度修正する方がより良いと思います。細かくすることによって接触表面というのが増えるから抽出率っていうのが上がります。抽出率っていうのはだいたい18から22% っていうふうに言われてるんですけども、それは測定する機械が必要なので粉の量とお湯の量と時間で調整するしかないと思ってます。一般の家庭ではね。で最後にそれでもやっぱり酸味には抵抗があるっていう人に向けて失敗しない、まずはここからっていう浅入りのコーヒー豆を紹介します。浅入りの豆を、販売しているところって大体がシングルオリジン、つまり1種類の豆で構成されることが多いんですけども、ほぼそうですね。でその中にフレーバーノート、つまり風味表現と言われる文字が書かれていると思います。この風味表現というのは生豆を作った人、もしくはその焙煎した人が試飲をしてみて、この豆はこういった個性がある、こういった風味があるっていうのをまとめたものですね。でその中でジャンル的に柑橘系、レモンやオレンジ、もしくは梅と書かれているものは比較的酸味がシャープでその刺激的です。なのでまずはこちらを選ぶのではなくて、次の例えばイチゴやブルーベリー、ベリー系ですね、こちらの場合は酸味と甘みのバランスが取れていて甘酸っぱいイメージがあるので、こちらのがまだマシです。そしてさらにマンゴーやピーチなど柑橘でもなくベリー系でもないトロピカルフルーツ系の果物で例えられているのは酸味よりも甘みがすごく出ているので、酸味が苦手な方の一番初めのトライとしてはとてもおすすめできる風味ですね。ちなみにチョコレートとかナッツ類が書かれているのは浅入りよりも中入りぐらいが香ばしさが楽しめるので、あえて浅入りを選ばなくてもいいかなと思ってます。はい、まとめにしたいと思います。今日お伝えしたことなんですけども、まずは浅入りがフルーティーなのはコーヒー豆がフルーツの種だから。
フルーツ由来の甘酸っぱさっていうのが種にあるので、それを浅煎り、つまり元々持っているものを残すことで酸味が生まれます。で、酸味にはいい酸味と悪い酸味があるということ。もともと持っている良い酸味なのか、もしくは生成方法の発酵の過程で悪い酸味が出てきてしまったのか。それによってその酸味の良し悪しっていうのができてしまいます。で、お家で酸っぱいコーヒーになってしまう方、これは抽出不足っていうのが主な原因だと思ってます。解決策としては92度の温度で深煎りよりも少し細かく入れることで抽出を増やすことができるので、より甘み成分も出すことができます。それでも酸味が苦手な方であれば、買う時にトロピカルフルーツ系のそのフレーバーの音、風味表現のものを選んで買うと、酸味よりも甘みが強調されているので、より受け入れやすいと思います。具体的に説明すると、生成方法のアナエロビックやカーボニックマセレーションなんかがとてもトロピカルフルーツになりやすいフルーティーなコーヒーが飲めます。おすすめですので、ぜひお試しください。最後に皆さんに質問です。皆さんの好きなコーヒーはどっしりと苦い深煎り派ですか、もしくはあっさりとフルーティーな浅煎り派か。今日からマンゴー系の浅煎りを探してみるっていうなんかもぜひコメントを残していってください。それでは本日の動画は以上となります。今後もあなたのコーヒーライフがより豊かになるように、今後もいろんな情報を発信していくので、今後もよろしくお願いします。ではまた。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、高評価やチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。ロイヤルブルーコーヒーでは自家焙煎のコーヒー豆やドリップパックを販売しています。詳しくは概要欄のリンクからチェックしてみてください。